キングシリーズの集大成、スパーキングメテオ。歴代のドラゴンボールのゲームの中でこれが一番好きという人多いと思います。たくさんの人がハマりまくった素晴らしい作品です。ということで、スパーキングメテオの良いところ13選、スタートです。久々の新曲です。スーパーサバイバー、もうイントロの時点でかっこよすぎます。スパーキングシリーズの1作目のオープニングではウィーナッタパワー、2作目のネオのオープニングではチャラヘッチャラ。アニメでおなじみの曲が流れましたが、ここに来て最高の新曲を用意してくれました。ドラゴンボールの世界観にぴったりの曲調。特にサビが熱い、熱すぎます。そろそろそのサビが来るのでちょっと黙りますね。最高です。かっこよすぎます。個人的にはスパーキングメテオが出るまでは Z2 のくすぶるハートに火をつけろが一番だったのですが、このスーパーサバイバーが1位を塗り替えました。スパーキング1作目で使用できたキャラクターは91人。2作目のネオでは大台の100を超えて129人。これまでの流れ的にもまた増えることは予想できるのですが、今回なんと161人、前作から32人も増えました。しかしネオの時点で GT や劇場版も含め大体のキャラはすでに登場してるはず。では今回32人も増えたキャラとは一体誰なのでしょうか。それはそのキャラも使えるのといった想像を超えるマニアックなキャラが大量参戦です。厳選して10人ざっとご紹介します。戦闘力42000のナメック星人ネイル、使えちゃいます。テレビアニメスペシャル、たった一人の最終決戦に登場したサイヤ人の女性。セリパ、まさかセリパも使えるなんてすごいです。ベジータの父親のベジータ王も使えます。ベジータ王って原作で回想シーンに数回ちらっと出ただけじゃなかったでしたっけ。初登場時にかなりのインパクトがありながらもトランクスに一瞬でやられたあの男。フリーザの父親ホルド大王使えます。原作で良いところがなかっただけにどんな技が使えるのか非常に気になります。あまり印象が良くないのでこのキャラを使いたい人は少ないと思いますが、スポポビッチ使用可能です。劇場版の中だとおそらく地味な部類に入ると思われるあのボスドクターウィロー初参戦、懐かしすぎます。改めて見るとなかなか個性的なビジュアルです。竜魔王の娘であり悟空の嫁、父も使えます。しかも子供時代の父です。これはかなり斜め上をいった人選なのではないでしょうか。天空ペケ事件で有名なあの人、ナム登場です。ゲームボーイアドバンスのドラゴンボールアドバンスアドベンチャーで隠しキャラで使えたので、厳密には初登場ではないかもしれませんね。クリリンが初めてあの世に行ったのはこの魔族のせい。ピッコロ大魔王の卵から生まれたタンバリンです。もはやドラゴンボールのキャラではありませんが、あられちゃんまで使えてしまいます。このようなバラエティ豊かなキャラたちが揃い全部で161人。今後この人数を超えるドラゴンボールのゲームは現れるのでしょうか。このゲームのすごいところはその桁違いなキャラ数に加え、
各キャラの必殺技の演出も前作よりかっこよく、こだわりを感じるところです。この未来ご飯の片手カメハメハなんて鳥肌ものです。悟空の元気玉も複数パターン用意されており、一番最初のベジータに使った元気玉もこの再現度、かっこよさ最高すぎます。マイナーなキャラが増えた分、ユニークな必殺技も大量に追加されました。例えばバビディはクイクイやヤコンを召喚する技を持っています。ワクワクします。かわいい必殺技もあります。あられちゃんの個性がよく表現されています。ガッチャンたちも強いよ。さらにガッチャンも登場。作り込みが半端ないです。笑える必殺技もいろいろあります。必殺技を使ったのに逃げるブルー将軍。ロケットエンジン点火。その発想はありませんでした。アックマンのアクマイト光線は原作通り悟空のような善人には効かず、悪の要素が強い相手には大ダメージ。このこだわり好きです。戦闘のシステムもスパーキングシリーズの大きな特徴で、スパーキングシリーズの1作目では 3D 空間で戦えることに感動し、2作目のスパーキングネオではドラゴンボールらしさが増す新しいアクションが追加され、スピード感も増し、プレイしていて感じる快感や楽しさがかなり上がりました。そしてこの3作目のスパーキングメテオ、そのスピード感は究極系に進化しました。目にも止まらぬ連続攻撃、そしてそれをギリギリでヒュンヒュンと消えながらかわし反撃をしてくる対戦相手。信じられないくらい激しい攻防が実現します。この光景はまさにアニメでよく見ていた戦闘シーン。ゲームでこの再現度とこの爽快感は本当にすごいです。新しい戦闘アクションもたくさん追加され、特にカーブを描きながら急加速する Z バーストダッシュが最高です。相手のエネルギー弾を避けながら背後を取った時はまるで自分が悟空になった気分です。このゲームを制作した人は天才なのでしょうか。素晴らしい要素が追加されました。尻尾があるサイヤ人たちは月を見ることで戦闘中に大猿に変身可能です。発生条件は月が現れるステージ、そして時間帯は夜であること。設定も忠実で感動します。さらに一部のサイヤ人はあれができます。弾けて混ざれ。パワーボールを上空に投げつけ人工満月が作れます。これで月がないステージや時間帯で戦っても大猿になれます。拳をぐっと握るポーズもバッチリです。ここまで作り込んでくれるなんてありがとう。キャラ選択でピッコロの前期と後期を選べるようになりました。悟空やご飯やベジータなどは毎回かなり多くのパターンが用意されていましたが、ピッコロはずっと1種類でした。そのためこれまでのピッコロはサイヤ人編からすでに魔空包囲弾や激烈光弾が使えました。これには多くの人がもやっとしたものを感じていたと思います。ピッコロには思い入れがある人がたくさんいるはずなので、使い分けができるようになり嬉しいです。ついにこの服で戦える時が来ました。ヤードラット製の服を着た悟空です。Z 戦士みんなで悟空の地球への帰還をお迎えし、小型宇宙船から出てきた悟空が着ていたこの服、あまりにも斬新なデザインなので強烈なインパクトでした。前から見ても後ろから見ても素晴らしい再現度です。友達との対戦で悟空を使う際にはこの服を選んで戦いたいです。
キャラクター数だけでなくステージの数も増えました。前作のネオから7種類のステージ増加です。これもすごいことだと思います。しかもフリーザの宇宙船、パオズ山、マッスルタワー、キングキャッスルなど絶対に選びたくなるような魅力的な新ステージの数々です。オブジェクトを壊せるのもスターキングシリーズの醍醐味の一つですが、フリーザの宇宙船はこんなに破壊でき、内部の細かいところまで見えます。これは破壊がはかどりますね。そして最も驚かされたのはペンギン村の新ステージです。ドクタースランプあられちゃんが暮らしている村です。絵の雰囲気もドクタースランプ風になっており、ドクタースランプを象徴する顔つきの太陽やティーポットの形の家などもあります。ドクタースランプあられちゃん、読み返してみたくなりました。ストーリーモードでは戦闘中に原作の会話が流れるようになりました。今でこそこのような戦闘中に会話が流れるシステムは当たり前ですが、この頃のゲームとしては斬新。この臨場感にテンションが上がります。そして一定のダメージを与えるとロードなしにストーリームービーが進行するのも素晴らしいです。前作のスパーキングネオもそうでしたが、ストーリーモードのやりごたえ、想像を超えてきます。貴様、3日前とは動きがまるで違う。どういうことだ。ちょっと待てよ。スーパーサイヤ人ってハックマンが話しかけている相手は貴様、孫悟空を知ってフリーザです。ハックマンの必殺技アクマイト光線は相手の悪の心を膨らませ爆発させるという作中最強と噂される必殺技。悪の心を持たない悟空には効きませんでしたが、フリーザに使ったらどうなるのか。多くの人が持つ素朴な疑問にこのゲームのイフストーリーが答えてくれました。聞きました。一撃です。ドラゴンボールの初期キャラクターアックマンは悪の心を持つ宇宙の帝王フリーザに勝てます。スパーキングネオのイフストーリーは壮大なストーリーでしたが、本作ではこのように壮大なネタが収録されています。俺様自身も驚きの強さだぜ。他にもこんなのもあります。フリーザが惑星ベジータを消そうとしているという計画を知ったサイヤ人たちは走破させまいと集結し、フリーザ軍と戦うことを決意。ギニュー特戦隊たちが留守なのを見計らって一気に攻め込みます。世話かけんじゃねえ。そしてパーダックでフリーザを倒すという熱すぎる展開が実現できます。ハッちゃんと16号の話もあります。悟空を消滅させようとする16号、そしてそれを阻止しようとするハッちゃん。なぜなら悟空は友達だからです。最後はほっこりする結末になるのも素敵です。これまでのスパーキングシリーズや Z シリーズで恒例だったドラゴンボール集めとシェンロンへの願い事、今作もあります。レアアイテムが入手できたり、新しいキャラクターが入手できたりなど、すごくワクワクする瞬間ですよね。今作ではそのワクワク感がさらに増しました。なぜなら赤いシェンロンも出てくるからです。ドラゴンボール GT に出てきたあの究極シェンロンがゲーム初登場です。究極シェンロンというだけあって、その報酬の内容もご覧の通り素晴らしいです。神様の神殿に対してこのサイズ、すごい迫力です。ドラゴンボール集めに関してはステージのオブジェクトを壊していると手に入ることがあります。今入手しました。まあまあの確率で見つかるので、この作業も楽しいです。悟空さんたちのいろいろな情報が見られるだぞ。恒例のキャラクター図鑑、今回もあります。
161人分の人物紹介がまとめられています。読み応えがあります。そしてすごく面白いのは父のコメントです。聞いてみましょう。これはもうオラにもなんだかわからねえだ。でもよ、どんなに変わっても悟空さはオラの大事な旦那様だ。このように父目線のそのキャラに対する個人的な見解が聞けます。グレートサイヤマンについてはどう思っているのでしょうか。ブルマさんに作ってもらった正義の味方用の変身スーツだ。ご飯のやつ年がいもなくはしゃいでただな。ちなみに嫌われているキャラクターも結構たくさんいます。ピッコロ、こいつのせいでオラのご飯ちゃんは不良になっただ。ちょっとかわいそうなピッコロさん。このように全員に対して父がコメントしてくれます。3体のヘンテコなロボットが合体するともっとヘンテコなロボットになるだよ。このキャラクター図鑑でじっくり楽しんでいると軽く1時間以上過ぎています。ご視聴ありがとうございました。スパーキングメテオのボリュームと面白さ最高です。ちょっとバランスを修正してオンライン対戦を実装したリメイクを出してくれたらなどと夢見てしまいます。ドラゴンボールのゲームの動画はこれまでにファミコンからプレステ2までたくさん投稿してきましたので、皆さんにとって思い出の懐かしいゲームがありましたらこれまでに投稿した動画を見ていただけたら嬉しいです。